皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り合い考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。サッカーワールドカップ佳境ですけれども、今はい。日のゲストは、サッカージャーナリストの大隅良之さん、はい。それと、同じくサッカージャーナリストの後藤武雄さんに、はい。ダラスから中継に出てもらっ現地報告てですね。おります。はい。その直前でもないな。前の日は、メキシコで、日本対チュニジアの試合を見てこられたということなんはい。で、現地からの生々しいお話を聞きたいと思いますんで、はい。よ大隅さん、後藤さん、よろしくお願いします。ろしくお願いしはい、ます。よろしくお願いします。大隅さん、どうですか？その日本の調子を見られて、そのオランダ戦、それからチュニジア戦と終わったわけですけど、はい。私なんか、半分素人目で言うと、強いなという感想を持ってるんですけど、これでよろしいでしょうか？まあ、その通りですね。本当にうん。強くなったと思います。ただ、はい。試合全体として見ると、ええ。オランダ戦も、ええ。チュニジア戦も、はい。まだまだ日本チームの、全部の力を出し切った試あ合とは思えない。まあ、あ、それなるほど。は、もしかしたら大会序盤だから、試合の中でうまく選手たちが調整しているのかもしれないんですけど。なるほどね。わかりました。後藤さん、よろしくお願いします。前は、日本におらはい、よれて、日ろしくお願い本で、します。はい、日本で、見られた感想ええ、を聞いたんですが、今日は、アメリカに渡られて、チュニジア戦をご覧になられました。今、大隅さん言われたようなことを、後藤さんもこの前、先週の番組で喋っておられましたよね。まだまだこれからええ、ええ、段階が上がっていくんだということで。その段階が上ええ、がっていく過程で、はい。段階が上がるってくるいうよりも、その相手との、なんていうか、力関係で、どはい。の程度の、あるいは試合の流れでね、どの程度の、力でこう戦えばいいかっていうのが、選手おー、でたちが体感で分かってるようですよね。だから、おつまり90分間100%の力を出し切るっていうのは、そー、れははい。無理なことなんですよ。それから、はい。グループリーグの3試合、あるいはその先の5試合、6試合、全口合は力でない。戦うっていうのは無理なんでね。なる必要なほど。ところではもう力を出す。なあるほど。る程度コントロールしながら攻めて、これで大丈夫。そういうのが、はい。なんかもう普通にできてるような感じでね。で、これ、相当強いチームじゃお、ないとできないと思なるほう。ど。本当に強くなったと思いますよ。なるほど。日本で、例えばね、はい。これは例えば、なんていうかな、ワールドカップなんとかじゃなくたって、はい。草サッカーとかね、そういうレベルだって、相手の関係で、相手より自分たちがうんとかなりの差があれば、はい。そういう感じになると思うんですようね。何もん。うん。100%ガンガンいかなくてもってね。はい。なんか、今の日本の選手っていうのは、それぐらいのレベルになってきたんじゃないかなと思いますね。おー。まあ、強くなったんですけど、はい。だからといって、だから優勝だって即結びつけられるわけじゃないですよね。なるほど。特にこれ、まあ多分間違いなく、上にはいける、グループは突破できると思うんですけど、はい。まだ、最終日終わらないと、まあ1位なのか2位なのか3位なのかわからない。はい。はい。えその後がもうどことやっても強豪なんで、はい。その相手にやっぱり100%の力を出さないとやっぱり勝てないだろうというふうに思いますし、それうん。を5試合、さっいや、き後藤さんが言って何試合も続けていくっていうのは、なかなかこれはどんなチームでも簡単ではない。うん。調子悪くても勝てるぐらいのやっぱり余力がないと、本当に優勝にたどり着くことはできないですね。なるほど。ただうん。どうなんですか、大隅さん、ここまで、オランダ戦、チュニジア戦を終えたところまでは、うはい。まくいっているというのでよろしいですか？評価いや、として。僕はうまくいってるとは思ってません。
というのは、どのよですから、まだまだ、このチームの、100%の力を出し切ってないうな。から。ポテンそれが、シャルがまだまだ、はい。それが、さっき、もう後藤さんも言って、僕もそうは思ってるんですけど、はい。うまく選手たちが、ピッチの中でコントロールしているのか、それはい。とも出し切れない何か、例えばコンディションの問題であるとか、はい。それから、はい。自信がないのか、はい。そういうような何かまだ足りないものがあるのかわからないですけど、うん。森保ジャパン、今のチームが、本当に、90分間、はい。強い、100%力出し切ることはできないって言いましたけど、はい。それでも一番最高の出力で、試合をしたっていう感じは全然しないんですね。オランダ戦おー。も、チュニジア戦も。ですですね。から、それができるのか、それとも、いざとなった時にできるんであれば、本当に強いチームだろうと思うし、おー。32、ブラジルだろうとモロッコだろうと勝ち上がって、はい。その後も一つ二つ勝ち上がることは可能だと思いますけど、そおーっれはまだちょっとっと。とよくわからないですね。なるほどね。ただ、どうなんでしょう。大隅さんにもう一つお聞きしますけれども、はい。それこそ三笘選手、南野選手、遠藤選手が、要するに怪我でダメになったと。はい。その上に、久保選手も、チュニジア戦は出られなかったと。それはい。を含めた上でも、まだまだ100%、ポテンシャルは100%は出ていないということうん。でよろしいでしょうか。100%出さないで、オランダと引きうん。分け、チュニジアに勝ってるというなるほど。ことです。はい。なるほどね。なんか嬉しくなってきたな。後藤さん、どうですか今の大隅さんのごはい。意見聞かれて。まず二つ言わなきゃいけない。一つは、はい。まだ100%じゃない。それはまだ当然でね。だかああ、ら、当然で。もし、このまでの2試合の中で100%に近い、パワーを発揮したのは、オランダ戦の終盤で1対2うん。でリードされて、1点を追いかける時間。まあ、オランダの方が逆に守りに入っちゃったって守りで、いうところはい。もあるけれど、最後の時間はもう日本が、攻め切ってましたよね。はい。あの時はかなり選手交代もかなりカードを切って、うん。力を全力に近いところまでね、はい。上げたら初戦なんで、そこまで上うん。がりきってはいなうん。かった。チュニジア戦はもう早い時間に点が入って、2点うん。目が前半のうちに2点目が入って、そのはい。100%戦う必要のない状況だったはんで、それは問題視する必要はないと思いますね。い。なるそほど。れから、あくまでもそれは、チュニジアに対しては、そうやって日本チームはコントロールすはい。るだけの力があるというね。これがだから相手が例えば、前回優勝のアルゼンチンとか、準優はい。勝のフランスとか、そういうはい。レベルの相手とやったら、日本が100%出し切ったとしても、相手は100%出さずに日本に対して対処することができる程度の力関係だと思いますよ。なるほど、だから、なるほど。そういうレベうん。ルの相手に勝つのはもう100%出し切った上にかなり幸運が必要な、うそれぐらいん。の関係だ。だからやっぱりこうん。れはもうすべて、勝負事っていうのはそうですけど、なるほど。うん。相手との力関係の問題だと思いますはい、ね。はい、はい。なるほどね。そうですね。でもまあ、ここまではうまくいったということを考えたら、次の大隅さん、次のスウェーはい。デン戦、スウェーデンはきっと身長の高いフォワードを中心に、ひょっとしてロングボールをバンバン使ってくるんじゃないかというような攻め方をするんじゃないかと言われてますけれども、そういうまあ、の、そうです。結果としてそうなると思う。スウェーデンもそういうサうん。ッカーやりたいわけじゃないと思うんですけど、であも、日本があ、ボールを持って、支配して、はい。押し込む、もしくは相手陣でプレーするっていう時間が結構長い試合になると思うんですね。はい、はい、はい。そうなると、スウェーデンは、得意とするカウンター攻撃を出す、はい。ロングパスでフォワードを走らせるっていうようなことうん。は、当然多くなると思いますうん、うね。ん、うん。これはどうなんでしょうかね。日本のテレビやなんかでは、次のもう、まあ、決勝トーナメントに行くことはもう大前提としていて、ブラジルがいいですか、それともモロッコがいいですか、相手としては、なんていう話になってるんですけれども、はい。スウェーデンもそこまでは侮れないという感じですか？
いや、普通にやれば日本が勝つ試合はい、だと思います。はい、で、まあ、2試合やって疲れてる選手、例えば、鎌田なんて、完全に疲れが、明らかでしたし、はい、それから堂安とかもかなり守備を一生懸命やったんで、疲れてはい。ることが。そういうことをなるほど。考えると、少し入れ替え、まあ少しっていうか半分ぐらい入れ替えがもしかしたらあるかもまた、しれない。はい、はい、はい。それでも日本がボールを支配して、うん。で、例えば、まあ、0-0のままだったら、終盤に、そういうエースたはい。ちを投入して勝負つけるっていうようなこうん。とができるだろうと思うんですね。なるほどね。うん。チュニジア戦の、あれを、スターティングメンバーを見た瞬はい。間に、例えば、これは、決勝トーナメントを想定した、選手の使い方であると、すごいな、日本はって言った評論家もいたんですけれども、そんな感じ。どういう意味、どういう意味だろ要するに5人帰って休ませたっていうことですよね。人を。う。伊藤、誰を休ませたんだろあ、う。かなりベストにいや、近い。バックス、谷口も出ていないし、それからはいはい。板倉も出てなかったかな。うあ、ん。板倉が出ましたね。先発しま出ました、したね。出ました。逆になったうん。板倉がそうです。出たんはい。ですよね。そういう冨感じを安と板倉が入ったんですね。入ったわけですね。うん。まあ、試合を見ればわかるんですけど、もう冨安の才能たるや、本当えにすごい選手で、え、改めて感じました。日うん。本のセンターバック陣みんなすごく良くなったと思ったけど、やっぱりうん。冨安は格違いにいいですね。ああ、ですなるほから、まあど。最終的にはその板倉冨安のいる布陣はい。が最強になるだろうと思います。うん、なるほどね。さあ、ただ、後藤さん。ポジションの問題ありますけど。はいはい。後藤さん、その選手の使い方という意味ではどうなんでしょうか。決勝トーナメントまで見据えたような使い方ができているというふうに考えてよろしいですか？決勝トーナメント見据えるのはスウェーデン戦だと思いますね。ああ、オランダ戦は初戦なんで、やっぱりシはい、ョートに、はい、ちゃんとしたメンバー。はい、それから今のディフェンスラインですけれども、本来は伊藤洋輝、板倉、うん。冨安と並ぶのが本来だったはずなんだった、ですよ。はい。ね、昨年、その辺が伊藤はもう怪我した、冨安も怪我した、うん、もう次々にセンターバックが怪我して、一体日本はうん、どうなっちゃうんだろうってうん、心配していたら、谷口が復帰してきて、はい、素晴らしいプレーするし、渡辺剛だとか、はい、町野瀬古も頑張ったし、さらに若い鈴木淳之介を入れたら、続けてください。それもうまはい。くフィットしたと。だから、いつの間にか3人が変わっちゃったような気がしていたけど、本来うん、は、チュニジア戦出てた3人が、もともとのレギュラーだったわけですはい、はよね。い。それで、日本のセンターバックの良さっていうのは、もちろん相手との対人で、空中戦でも互角以上に戦える、そういう強さもあるんだけど、一つはい。の日本の、センターバックのいいところは、そのパスのうまさね。うん、前線に綺麗ないいパスをつける。うん、だけど、先ほど大住うん。さんが言ったように、冨安が出てきたら、冨安のパスのね、ただこう前線にスパッとつけるってよく言い方するんだけど、はい、さらに、はい。アウトサイドでボールに変化加えたりね、うん。もうちょっとね、信じられないような、世界でもあれだけ、センターバックで、パスが上手い選手、そうたくさんいないんじゃないかと思うぐらいで、本はあ、当にね、見直しましたよ、僕は。うん。だから、そうですもか。し冨安、がまた怪我するとかそういうことがなければ、こちうん、らがやっぱり、最強メンバーだなと思いますよね。うん。なるほどで、ね。だから冨安という選手は、怪我していたし、伊藤洋輝も怪我上がりだし、はい。みんなそういう問題があるんで、一番大事なラウンド32をまで中3日なんですよ、スウェーデン戦かはい、らね。そうですね。だから、その辺はもう温存する方がいいだろうなと思いますね。で、スウェーデン温存って言って戦、も、うん、オランダ戦で戦った3人ですから、はい。全く問題ないですからね。なるほど、はい。なるほど。スウェーデン戦ではそういうのを温存した上で、決勝トーナメントに多分行くだろうという感じですか。うん。決勝トーナメントに行くのはもう勝ち点4で、はい。得失点差プラスです。これはもう3位以内でも必ずはい。いける条件、必ずってわけにいかないですけど、まず間違いなくほぼいける。いけるんですはい。よね。
そうです。引き分けでも2位に2位はい。確保。先ほど大隅さんが0対0で最後は選手投入して1点取りに行くって言ったけど、僕は0対0で終盤になったらもう守り切って、2位を確保すべきだとなるほ思いますね。ど。なるほどね。というような余裕を持っての戦い方ができそうだ。ということでよろしいですか、後藤さん。はい。すべてラウンド32のブラジル、モロッコ、もしかしたらフランス、それがもう一番大事な試合です。でも、あれですね。でも、大隅さん、すごい相手ですね。ラウンド32の方に行くと。そうですね。ブラジルはブラジルですし、はい。モロッコっていうのは本当に日本の一般の人はどういうふうに見てるかわからないですけど、はい。僕は考えようによってはブラジルよりずっと怖い相手だと思ってます。うんブラジルと、モロッコがやった試合、日本でも中継してたんですけれはい。ども、モロッコの方がすごくなんて言いますか、きちんとした、いや、サッカーをやっているなっていう、そうそうですね。いう感じがしたんですけれどもね。でおまけにあの力強さとかスはい、ピードはい。がちょっと、桁違いですよね。なるほどね。というと、なかなか、まあまあ、いつも大隅さんと後藤さんにこの番組に出ていただくときには、なんて言いますか、一般のマスメディアのように、次は勝てるでしょうかということを聞かずないようにしてるんですけれども、それでも聞きたくなってしまうというところで、だいぶどうですか、このワールドカップは。日本はかなり外国からの評価もすごく高いところがあると思うんですけれども、はい。かなり怖い存在にはなってきたというふうに、まあ、そうです。それはそうなんですけど、はい。さっき後藤さんが言ったように、もうすべてはこの次のラウンドの初戦ですね。ラウンドああ、32にかかっている。そこを突破して、うん。もう一つ突破したら、世界からの評価っていうのは本当に変わるっていうか、定着すると思いますよね。と突破できる可能性はもちろんありますよね。もちろんあります。ありますよね。はい。はい。どのぐらいありますかね。いやー、どのくらいっていうと、試合ですから二つに一つするんでしょうね。なるほど。はい。後藤さんいかがですか？うんはい。可能性はそうですね。やっぱり、はい。はい、可能性ですか。はい。相手がブラジルも、ちょっと一つ加えておくとね、はい。モロッコっていうのは、前回の大会でベスト4、そうですね。それかはい。らアフリカ、選手権でもね、タイトルはい。取りまし、いろんな変な形ですけれども、取りました。それからはい。去年の20歳以下の、ワールドカップでも優勝しました。はい。で、今までワールドカップっていうのは、すべてヨーロッパか南米のチームが優勝してるんですよね。はい、もし、はい、はこれい。からその2つの大陸以外のチームでどこが優うん。勝するだろうかっていう、今、世界中の人に聞いたら、多分うん。モロッコってみんな答えると、例えばおー。今大会も可能性が一番高いじゃないか。うあるいはん。地元だからアメリカっていう人もいるかもしれない。う日本もん。同様やく、その南米、ヨーロッパ以外で優勝できるチームの候補の一つに入ってきてると思うんですよね。うん。なるほど。だからそういう意味でも、モロッコと戦ったら、そういう意味でも、すごく世界中が注目する、戦いとなると思うんですよね。もし日本があモロッコに勝てば、日本が将来優勝する可能性があるんじゃないかって言われるようになると思います。ー、ただやっなるほど。ぱり現状では、モロッコ相手に日本の方が上ですとは絶対言えないと思ないますね。るほどね。ただ、可能性が少ないとかね、そういうはい。問題じゃないけど、でも、なる五分五分よりはやっぱり、フリーだなと、僕でも思いますね、やっぱりなるほど。そこは。今私が気になったのは、後藤さんの言葉の中に将来という言葉がちょっと紛れ込んだというか入っていたというところが、やっぱりそういうふうになるんだな。この大会ではまだなんだなという気がしたんですけれども、そうですね、後藤さん。あの、近い将来です。近い将来。はい。もちろん、将来っていうのは、例えば、98年にフランスワールドカップはい。に出た時からありましたよ、将来っていうのは。だけど、それなるほど。はもう、はるか、先の話、50はい。年後とかなんとか、そういう話。だけど、今になってみると、今大会、
可能性はおー、ゼロじゃないと思うし、なるほど。4年後、8年後は日本のサッカーもう少し強くなると思いますから、ああ、なるほど。もしかしたらもう次の次とかね、うん。次の次っていうのは34年のサウジアラはい。ビアでやるサウジ、大会。サウジアラビアはアジアの中ですよね。はい。で、アジア連盟の中、日本チームはしょっちゅうサウジに試合してるわけで、はい。ホームに近い感覚で、なるほど。戦える大会なんで、そのね。辺で、僕は思ってるんですけどね。ただ、いずなるほど。れにしてもそういう可能性が本当に、なんか目に見えてきたなって感じなるほど。ですから、目に、そういう意味でもモロッコに勝っておきたいですね。なるほど。この大ただね、会から目に見るように。大隅さんいかがですか、後いや、藤さんの話。ただね、今大会から、48チームになって、とはい。いうことは、ノックアウトステージ、決勝トーナメントとみんな言ってるノックアウトステージがはい。5ラウンドあるんですよね。はい、そうですね。で、要するに優勝するには5試合続けて勝つ、あるいは一5つ 連勝。PK があってもいいんですけど、はい、負けないでやる。はい。それはね、どんなに力のあるチームでも、それでうん。最後は1個は残るんですけど、はい。あの、お計算することはできないですね。4と5でなるほど。はもう大違いですね。その4試合と5試合では。なるほど。結果的には1チーム絶対に優勝チームは残るんですけれども、うん。それを目指して計算してやっていくっていうのは並大抵のもんじゃないと。そそうですね。だかれは、ら、うん。ただ、本当に、じゃんけんでも5つ連続して勝つなんて、ちょっと大変ですよね。まあ、なるほどね。そうですね。ただ、だから、強くなければ優はい、勝できない。ね。はい。うん。だけど、どんなに強くても必ず優勝できるなんてことはありえない。なるうん。ほどね。ただ、これどうなんでしが、ょうか。まあ、これは、要するにサッカーでいうカップ戦、ノックアウトトーナメントのはい。常に言われることですね。うん。ただ、大会、どんなスポーツでも高校野球でも何でも同じことですよね。うん。ただ、た今回のだし、ね、もしリーはい。グ戦をやったら、もう本当に実力ナンバーワンじゃないと勝てない。ね。だから日本にもああ、可能性があるわけですよ。そう日本はですね。決して世界のナンバーワンじゃないです。だけど、うん。優勝する可能性があるっていうのは逆にそのノックアウト式だから、番うん。狂わせが起きやすいサッカーでは、今の日本程度の力でも届く可能性はある。そういうなるほど。ことですよ。なるほど。まそこがサッカーの面白さだという言い方もできるのかもしれませんけども、大隅さん、今日は今回テレビで私なんか見ていてね、びっくりしたのは、途中、飲水タイム、水でタイム取る時がありますよね。はい。あれは、実はコマーシャルタイムだなんて言ってる人もいますし、私もはい。多分にそれはあるとは思うんですけど、ただその時はい。の日本のベンチを見たら、ちょっとびっくりしたのは、中型の扇風機みたいなのを持ってきて、ミストを選手にはい。吹きまくっているシーンがあったんですね。はい。そ、そはい。それも含めて何か準備はもういろんなところで準備してるなと。で、コーチ陣も結構充実しているようですし、サポートしている人たちも充実していると。これはい。は、ちょっと他のチームにも負けないぐらい充実してるんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうですか？例えばね、優はい。勝候補のブラジルであるとか、オランダ、フランスとかっていうのはい。と、比べる材料があんまり僕持ってないんで、ちょっとわからないんですけはい、ど、はい、はい。日本の代表チームの歴史の中では、やっぱりはい。そういうサポート体制っていうか、もう格段にナンバーワンだと思いますね。歴史上ナンバーワンだと思います。はい、はい。はい。で、うん。暑熱対策ってことに関しては、日本はもう、中東で、はい、試合をしなきゃいけないっていう状況があったんで、はい。もう、それは90年代からずっと研究してきて、なるほど。ノウハウを積み重ねてきてますから、はい。その面では、非常に大会の中でもいいレベルにあるんじゃないかとうん思ってます。なるほどね。先ほど後藤さんが言われたように、サウジアラビアはホームみたいなものだというのも、そういうところがあるわけですよね。あ、暑いところはもう慣れてるあよっていう感じの、で。
はい。そうですね。暑さ対策なら、それは日本がヨーロッパのうん。人たちよりずっと強いと思いますね。うん。あの、例えばチュニジア戦、あの日は、ちょうど記者席で僕が気温をはい。測ってたんですけど、だいたい気温が27度ぐらいだったですね。ああ、それそうから湿度ですか。は80何パーセントです。あモンテレーっていうのはすごく暑いところで、あ、はい。試合の前日は最高気温が37度ぐらいになったと思うんですようね。ん。ところが、試合当日はそれほど暑くならなかった。湿度はあ高いけど、それほど気温が上がらなかった。そういう意味であ、は、蒸し暑いのはね、日本の選手にみんな日本で生まれて、日うん。本の夏の蒸し暑さを経験してるんでね。はい。それは、いや、もちろん負担大きいですよ。だけど、はい。ヨーロッパの選手に比べればずっと慣れてますから、なるほど。はい。あの、やっぱり暑さは、例えば日本が2002年で初めて、ラウンド16まで行きましたよね。あのはい。時はもう間違いなく、ホームの蒸し暑さ、あれが味はい。方になってくれましたよね。それから、なるほど。ラグビーのワールドカップもベスト8行ったら、地元の大会、もうヨーロッパはい。のチームはみんな暑くて、ボール暑が手で滑る、汗ではい。滑るって言ってましたよね。だから、やっぱり暑さ、もちろん対戦相手にもよるんだけど、なるほど。暑さは日本に味方になってくれるし、ただ、それでも暑すぎたらもう負担大きいんで、うん。そういう意味では、モンテレーが涼しくなってくれたっていうのは、すごく日本にとって助かりましたよね。それは、むしろもっと蒸しやすい方が戦いやすかったとか、そういうことはないわけですね。それは対戦相手が対戦相手スウェーデンによっては、だったら、なるほ暑い方ど。が有利かもしれない。ただ、先を見据えるとね、はい。先の戦いをはい。見据えると、なるべく今の時期は負担が小さい方がいいわけですよね。なるほどね。わかりました。それで、ところで、大隅さんは、アメリカの開幕戦からアメリカにおられたみたいですが、はい。どうですか、今回のワールドカップ、今まででワールドカップをずっと見てこられたのと、かなりの違うなという感じではありますか？そうですね。94年のアメリカ大会っていうのは非常はいはい。になんか寂しい大会だったんで、はい。観客はたくさん入ったんですけど、はい。スタジアムを一歩出るともうそこにはもうワールドカップなかった。アメリカのなるほど。日常生活があるだけで。なるほで、ど。それと比べると、今回は、街の飾り付けも少しありますし、はい。それか、まあ、スタジアム周辺中心にしてる。それから、いろんな人が、ワールドカップ見に来たっていうと、あ、そうか、日本強いねとかっていうことを言ってくれますね。アメリはあ、カ人が。なるほど。まあ、だアメリカから、人が。まあ、随分大会の浸透度っていうか、まあ、うん。ワールドカップやりつつも大リーグも進んでますし、うん。ドジャースもやってますはし、い。まあ、うん。フットボールはシーズンではないですけど、はい。他のスポーツへの関心も高いですけど、うん。ちょうどニューヨークで、アルゼンチンと、はい。うん、どこだっけ、まあ、ちょっとすいません。あ、開幕戦ですか？会った時に、はい。ニックスがバスケットを優勝して、はい。ものすごい騒ぎになって、もうワールドカップどころじゃなかったそうですけど、なるほど、ニューヨークは。まあ、そういうこともありますけど、はい。随分大会の雰囲気っていうのは良くなってる。ただ、モンテレー行ってみると、やっぱりメキシコ人はサッカああ。ークレイジーだなっていうふうに思いますね。メキシな、な、コはやっぱな。りファンも一般の人々もみんな関心高いし、はい。盛り上がってますね。うん。メキシコではいろんなデモがあったりして、ワールドカップやるくらいだったら、ちゃんとインフラ整備しろっていうような、はい。デモがあったりして、そういうニュースもあるんですけど、でもやっぱはい。りサッカーが始まるとみんなそれに熱狂するっていうんで、ワールドカッうん。プらしい雰囲気はメキシコはやっぱり圧メキ倒的にある。シコは。うん、うん。なるほど。どうですか、後藤さんはどのような印象を持たれましたですか、アメリカに渡られて？そうですね。94年のアメリカ大会の時には、はい。記者席で隣にいる記者から、ゴールの前に書いてある白い四角、つまりペナルティーエリーってあれなんだとか聞かれたんですけどね、はい。今のアメリカは人は、サッカーというものをみんな知ってますよね。だから、大隅さんさっき言ったように、94年大会は、スタジアムの中だけ盛り上がってた感じですけども、うん。今回は少なくとも開催都市は盛り上がってると思います。なるほど。うん。そういうい段階だと思いますね。なるほど。今もダラそれからもうスに、一つ、はい。はい。はい、どうぞどうぞ。もう一つ言いたいのは、はい。今大会私相当ひどい目に遭いまして、
はい。アクレディテーションという、要するに身分証明の AD カードを首からぶら下げてるやつですね。はい。あれを大会最初に取りに行くんですけれども、はい。あそこでなかなか発見してもらえなおー。くて、コンピューターの問題だということでね、えそれで一体ミスでもらうまで2日間、もらったらメキシコでは入れない、そういうパスだったんで、メキシコ行ったら取り替えろって言われて、またモンテレーに着いてすぐ、何時間、合計で7、8時間損しちゃったと思うんですよね。おっとっとっとっ実はと。ロサンゼルス着いたのが17日で、大谷翔平が登板した日なんですよ。だから僕はいがはい。アクリルセンター行って、まずもらって、すぐにもらったら、すぐにドジャースタジアムに行って、大谷見に行くつもりだったんですけど、それはい。も不意になってしまったんですね。あ、それは残念でした。あとは、メディアセンターが狭すぎるとか、はい。もうちょっとね、運営的には、あれだし、それから、やっぱりね、これだけ広いところを移動しながら、取材して回るっていうのはうん。相当大変。大隅さんも飛行機が欠航して苦労されたようですし、あ、そうですか。うん。ちょっとね、今大会は今まで僕が今回が14回目なんですけどあ、も、はい。今までの中で一番過酷な大会になるような感じがしますね。暑いあしね。そうですか。またこの先ありはい。ますんで、もうよろしくお願いしますが、大隅さんどうですか？やっぱりカタール大会では何か1日に2試合見ることもできたというぐらいの、まあ、狭さといいますか、秋田県と同じ広さの中で、ワールドカップが行われたということがありましたけど、今回はやっぱり相当広いというところで、マイナス点っていうのは結構ありそうですね。そうですね。まあ、秋田県っていうよりも、実質的にはドーハ一都市のワールドカップだったんですね。ああ、なるほまあ、ど。一つ離れた会場がありましたけど。はい、でも、はい、それを地下鉄でも行けるし、はい。メディアに対するシャトルのサービうん、スも非常に充実してたし、うん、うん。まあ、すごくなんていうのかな、こう、取材し、試合し、見る人にとって優しい大会だったと思いうん、ますね。なるほど。で、まあ、カタールがもう、あの大会に本当にお金をつぎはい。込んで、政府が、で、まあ、来る人にみんなにサービスして、うん。例えば、医療費なんかも、外国から来る人もみんなタダだったですね。ああ、そうですか。病院へ行っても、うん。はい、はい、はい、はで、い。アメリカで病院行ったらもうこれは大変になる。そうです。っていう、それはそうです。ね。で、そんなことは、アメリカ政府はね、海外から来た、ワールドカップのファンだから、記者だからって言って、そんな面倒見てくれないですからね。それはまあそんな国じゃ、そう。うん。ただどうなんでしょうか。ワールドカップっていうもの、イベントを考えた場合、今回はカナダとアメリカとメキシコの三国開催になって、次回はい。もスペインとポルトガルとモロッコというふうにはい。なってますけれども、こういう方がワールドワイドでいいのか、それともカタールのような方がいいのかというのを、取材者だというのを除いて、ワールドカップの価値として考えた場合はどう思われますか？もう一国で開催するのはなかなか難しい規模になっちゃったと思いますね。あだから、まあ、必然的に、共同開催ってことになるんですけど、あー、はい。まあ、でも、今度の共同開催っていうのはかなりまやかしで、うん、おアメリカ一国でも、まあ、できたと思うんですよね。う、48でも。なるほど。だから、それを、まあ、印象を良くするために、うん、参加国での立候補にしたんだと思うんですけど、なるだけどほどね。実際、試合、全104試合の75%、はい。76試合は、アメリカでやるんですね。はい。うん。で、76試合アメリカでやって、メキシうん。コとカナダは13試合ずつですよ。ああ、そうか。なるうん。ほど。うん。それはね、ちょっとやっぱりね、共同開催の名開催と。前が、うん、アメリカ大会にカナダとメキシコがくっついてるっていう形ですよね。なるほどね。ですから、両国ともすごく、まあ、ファンとしてはちょっとこう、苦しいところがあるんじゃないかと思いますはいはいね。はい。もラウンド16終わったら全部アメリカですから、一ああ、番大会注目される準々決勝以順々。降は全部アメリカですから。そうですね。うん。なるほどね。そうか。なるほど。よくわかりました。後藤さんいかがですか？そのワールドワイドのやり方っていうのは、ワールドカップとしては、ええ、はい。どうなんもちろんでしょうね。この規模の大会を一国でやるっていうのはもう、
中東の産油国が、国のために、無尽蔵にある資源を使って、お金をジャブジャブ使わないと、つまりこれはあんまりいいことじゃないです。あるいは人権をないがしろにしているような国がワールドカップを利用して、印象を良くしようと、そういう形で利用されるべきじゃないと思います。とすれば、やっぱり、一国でこれから単独で開催するっていうのはほぼ不可能。まあ中国がもしね、その気になれば、できると思いますけれども、それ以外では不可能。そうするともう、最終的には、発想を転換して、もう少し長い期間をかけて、ホームアンダーウェイでやっちゃうとか、そういうことはできないんですかねっていう気がします。なるほど。世界中で同時に、例えば南米で何カ国かでやってる、アジアでもやってる。つまり24時間生中継ができるんですよね。そういう形で試合を増やしてです。48チームでやると、どうしてもさっきのリーグ戦で3位でも上に行けるとか、いけないとか、そういう非常に不公平感のある組み合わせになります。だからまず64に増やして、そうすると試合数は今よりはるかに増えますよね。もうそういう形で、世界規模でカップ戦をやっちゃう。それぐらいの発想に展開していかないと、いけないと思いますね。なるほどね。いや、今のご意見は面白いですね。おすみさんいかがですか？今の後藤さんの意見は。いや、本当にね、48にするっていうのは、本当にスポーツ人のやることではないですよね。それはあれです。中途半端だっていう意味で。そうです、そうです。だから、不公平ってことです。スポーツっていうのは何よりも公平でなければスポーツにならない。だけど、試合もしてない他のグループの成績と比べて上出しただって言われるのは全く不公平ですよね。なるほど。だから、それが起こるような形にするっていうのは、スポーツ人のやることではない。なるほど。玉木さんなら理解してもらえると思うんだけど。はい、理解しましたよ。各グループの2位までがっていうのは、だったら32は非常に理想的な形だったし、それがもし増やすっていうんだったら64にするしかないですよね。なるほどね。まあ、そこまであって。64の次は128ですからね。その次は256か。そうすると、FIFA 加盟国全部出られますね。いや、足りなくなるから、日本も本州代表とか四国代表。なるほど、ね。そう、今の日本代表を見てると2チーム分できてますから、2チーム出られそうですね。日本 B。いいですね。関西と関東でなんか J リーグがこの前までやってましたけれどもね、東と西で。なるほどね。J リーグは完全に西日本が優勢ですから、西日本代表の方が有利じゃないですかね。まあでも、そういう、なんて言いますか、スポーツの原理と、それと、今のワールドカップの実情というのはいろいろありますけれども、まあ、ワールドカップ、この先、次のスペイン、ポルトガル、モロッコ、その次のサウジアラビア、そこまでは決まってるんですよね。それから日本がまた ASEAN でやろうという意見が出てきましたけれども、そういうところまでやっぱりやれるんでしょうかね。大隅さんいかがですか？そうですね。サウジアラビアがやったら、34年にやったら、次にできるのは42年。可能性が、違う。42年までできないんだ。46年です。そういう時代に、世界がどう変わってるのか、アジアの国がどう変わってるのかわからないですね。東南アジアは今非常に伸びてる時期ですし、東南アジアで共同開催。例えば、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイとかっていうのを組んで、ベトナムとか組んでやるっていうのは、十分あり得るんじゃないかと思いますね。なるほどね。まあ、僕ら生きてないから。ASEAN 諸国ってのはすごく経済成長してますけれども、やっぱりいわゆる中心国の罠っていう問題があるんでね、今の成長がこれからずっと続くということは多分難しい。しかも、ASEAN のすべての国が同じ、形で成長していくっていうのは難しいんでね、ある程度均衡の取れた国同士じゃないと、例えばスペインとポルトガルだと、一つの歴史的に見れば一つの国になってもいてもよかったような、イベリ半島の
同じ文化を持った国だし、モロッコもその対岸にある、やはり文化的に共通し合ったはい。国で、3つの国の国力としても、それほど大きな差はない。まあ、はい。宗教的にはすごい違いがあはい。るんですけれども、そういう、バランスの取れた国で、組んでうん、やらないと、今回みたいにアメリカだけが突出してるとかね、なかはい。なかその組み合わせをどうするか、スカンジナビア三国とかね、なるほど。それから例えば、ドイツ、オーストリア、スイスうん、とかいう、そういう組み合わせなら、いいなと思いますけあ、ど、あとはベネルなかなかクスとかそういうその組み感じかな。合わせを考えるとも難はい。しいと思いますよね。なそう。あといほら、昔、やヨーロッパ選手権でポーランドと、ウクライナの共同開催がありましたよね。ー、はい、あり日本人ましたね。から見ると、ポーランドとウクライナってはい。そんな近い関係なのかなうって一ん。瞬思いますよね。そはい、したらわよくかります。調べてみると、あの2つの国はもともと一つの歴史をはい。辿っていた、まあ、うん。ものすごい複雑な歴史ありますけど、うん。そういう関係だったってことが分かりましたうん。しね。なかなか組み合わせをどうするか難しいと思いますね。なるほど。いや、将来のワールドカップを考えると、いろいろ世界の歴史の方まで広がっていくっていうのは、非常に面白いことだと思いますけれども、まあ今、日本のメディアでは、そんなことよりも、もう、とにかく日本がどこまで行くだろうか、どこまで勝ち進むのだろうかということで大騒ぎしております。最後にどこまでという形で質問をしたいと思います。日本にどこまで期待されておられますか？まず、後藤さんどうですか？僕はもうラウンド32に勝つこと。はい。その先はもう今考えないでいいと思います。あ、なるほど。とにかく相手はブラジル、モロッコ、あるいはフランスという相手ですから、ここに勝ったらもう日本は本当に大成功だと思います。ね、はい。あとはボーナス、トルシエが昔言ってた言葉みたいですけど、あとははい。ボーナスよあとはのようなもボーナス。なるほど。大隅さんいかがですか？いや、僕も32が、なんていうのか、壁だと思う、壁っていなるほど。うか、一番の肝だと思いますね。なるほど。それに勝てば、そこを乗り越えたらもう一ついけるかもしれないし、はい。まあそこで負けても不思議はない。なるほど。今の、まあ、それで、がっかりなんていうことには僕はならないですけど、うあん。の、まあ、そこが一番いい試合をしてほしいですね。なるほど。いいうん。試合をしてほしいというこうんとで、今回どうもアメリカからの出演どうもありがとうございました。大隅さん、後藤さんありがとうございました。ありがとうまた、ございました。また今後いつになるかわかりませんが、近い将来かもしれませんが、よろしくお願いします。の。はい、じゃあ、やっぱ将来の話です。ブラジルにブラ勝った後、ジルに勝った。ぜひお願いああ、します。いいですね。期待しております。よろしいや、く。僕はモロッコに勝った後に、わかりました。はい。じゃあ、次は出演者一人ですね。はい。どっちかね。どっちか寝ててもいいわけだ。いやいやいそやいやいうですね。やいや。どこからでも出ていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。どうも本当にありがとうございましありがとうございた。ます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。